こんにちは、みすずです。今日はお家で楽しむチーズナン。発酵なしヨーグルトで作るしっとりミルキーなナン生地をストーブ鍋で焼きます。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ6分の1量6つにカットした1切れ分の栄養素になります。強力粉、塩、ヨーグルトをざっとまとめたらしばらく休ませます。休ませることによってグルテンが落ち着くので、その後でチーズを包みやすくなりますよ。チーズを包んだら少し伸ばしてストーブ鍋でこんがりしっとりと焼きます。フライパンでも土鍋でも作れるので、お手持ちの調理器具でお試しください。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回はチーズのみでシンプルに作りますが、過去動画ではここにかぼちゃを加えたかぼちゃチーズナンやさつまいもを加えたさつまいもチーズナンなどもご紹介してます。その他枝豆を混ぜたり、チーズにカレー粉を混ぜてちょっとスパイシーにしたりしてもいいですよ。甘いチーズナンがお好きな方は少しチーズに砂糖を絡めてから包んでもらってもいいです。今日の流れ3ステップ。今日はまず生地をこねます。時間があったらさらにしばらく休ませてあげてください。次に包みます。チーズを包んでから麺棒で伸ばしていきます。最後に焼きます。今回はストーブ鍋を使いますが、土鍋でもフライパンでもお好きなもので焼いてみてください。では作り方を説明します。まずは生地を作りましょう。国産強力粉、ベーキングパウダー、塩をボウルに入れたら泡立て器などでざっと混ぜます。均一になったらヨーグルトを加えましょう。スケーパーなどで切り混ぜていきます。ヨーグルトは使用するメーカーによって若干水分量が変わるので、様子を見ながら加えてあげると失敗が少ないですよ。またもしヨーグルトが多すぎて生地がベトベトしすぎる場合は強力粉を適量追加してあげてください。生地を台に出したいので一旦台を消毒しましょう。切り混ぜてなんとなくヨーグルトが全体に行き渡ったら、さらに飛び出た粉々をまとめましょう。手でざっとこねてひとまとまりにしたら台に取り出します。手についた生地が一番ベトベトしているので、ここで全部生地を外してあげましょう。台の上に生地を大きく伸ばします。これで粉っぽいところやベトベトしたところというムラがないような状態にします。ムラがなく均一な状態になったら出来上がりです。こんな感じの表面カリフラワーみたいなボソボソした状態で OK です。パン生地ではないので滑らかになるまでとか、弾力が出るまでなどこねなくて大丈夫です。まとまれば OK と思ってください。このまま休ませます。ボウルの中に入れてラップをかけ30分から一晩ほど置きましょう。長く休ませてあげた方がこの後で生地が伸ばしやすいのでチーズを包みやすくなります。今回は1時間置いていますが、時間があれば前日に作ってあげて一晩置くのがおすすめです。またこの時期は暑いので冷蔵庫で休ませてあげてくださいね。この生地かなりベトベトするので打ち粉をしましょう。両面に強力粉を振ってから台に取り出します。チーズを包みたいのでまずは円形に伸ばしてください。15センチほどの円に伸ばしたらシュレッドチーズをのせます。今回は 100g 使用しますが、チーズは120でも150でも 200g でもいいですよ。この生地結構伸びがいいのでたっぷりのチーズ入れることができます。お好みでどうぞ。チーズを包んだら周りの生地を手繰り寄せて風呂敷包みします。閉じ目をキュッと閉じたら生地を伸ばしましょう。麺棒で伸ばしたいので打ち粉をします。生地の両面に強力粉を振って
綿棒にも打ち粉をします。とじ目を上にして生地の中央に十字にまず綿棒を当てましょう。生地と中のチーズを一緒に伸ばしてあげたいので、いきなり転がすのではなく、まずはこう押し付けて伸ばしてあげてください。生地を45度ずつ向きを変えながら押し伸ばしていきます。転がせそうになったら転がして伸ばしてあげてください。22センチほどのサイズまで伸ばします。では焼きましょう。ストーブ鍋をしっかりと温めてからバターを加え溶かします。フライパンでも焼けるのでお手持ちの調理器具でお試しください。バターを全体にしっかりと行き渡らせてから生地を加えます。生地はとじ目を下にして打ち粉を払ってから入れてあげてください。蓋をして弱火にします。この状態で5、6分焼きます。表面の生地が乾燥して側面の生地が少し色づいたら裏返します。周りからぐるっとターナーを入れてもらって生地をひっくり返しましょう。反対側も同じように5分焼きます。再び蓋をして弱火のまま5分焼きましょう。時間になったら蓋を開けます。こんな感じで少し生地がぷっくりとしていて、中のチーズがとろりととろけていて、生地が柔らかく良い香りがしていたら出来上がり。裏側にも焼き色がついてますね。これで完成です。生地が大きくてまたチーズで真ん中が柔らかいので、ひっくり返してあげるとうまく取り出せますよ。お好きなサイズにカットします。熱々をぜひお楽しみください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はお家で楽しむ手作りチーズナン、発酵なしヨーグルトでふんわりミルキーなストーブ鍋焼きのチーズナンをご紹介しました。今回はチーズのみですが、かぼちゃを入れたりさつまいもを入れたり枝豆を加えたり、お好きなチーズナンアレンジしてみてください。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。